こんにちは、ペンタロウです。 400cc フルカウルバイクホンダ CBR400R と川崎 ZX4R の違いをまとめてみます。1、各社アウトライン。 CBR400R は2気筒エンジンを積んだスポーツツアラー系バイクです。乗車姿勢はやや前傾レベルと快適で、カウルスクリーン性能にも期待できる上、ステップ位置も窮屈ではないのでロングツーリングも軽々こなせます。ピークトルク発生回転数が高くなく、低回転トルクが十分なエンジンで、下道がとても走りやすく十分に速いです。2気筒エンジンの瞬発力もあり、4気筒の CB400 スーパーフォアなどと比べると普通に走る範囲では速く走りやすいと感じると思います。高回転の伸びは1万数千回転回る4気筒エンジンにはかないませんが、実際このバイクで1万回転回す領域はサーキットなどで慣らしているスキルがないと扱うのが難しいと思うので、一般的なスキルの人であればパワーが足りないだのなんだのという話にはならないでしょう。エンジンは2気筒っぽいザラザラ感は少なく、振動も少なめで滑らかです。同じ2気筒の忍者 400、YZF-R3 などはダダダダという2気筒感全開ですが、 CBR400R はそれらに比べてかなりスムーズです。さすがに4気筒ほどの滑らかさではなく、ヤマハやトライアンクの3気筒とも違いますが、振動のイメージは 2.8 気筒くらいの感じでしょうか。シフトフィールがとてもスムーズで、軽い操作でシャキシャキ入るので、シフト操作で無駄に疲れたり足が痛くなったりすることはありません。現行モデルは追加料金なしでメーターに簡易ナビも映せる至れり尽くせりっぷり、最強クラスの万能バイクといっても過言ではありません。 ZX4R は4気筒エンジンを積んだ本格スポーツ系バイクです。乗車姿勢はそこそこの前傾姿勢で、ステップはそこそこ上にあります。ただ身長などによりますが、特別ハードなポジションではありません。とはいえツーリングバイクという設定でもないので、ロングツーリング目的なら他にもっと向いているバイクはいろいろあります。1万5000回転以上もある高回転エンジンで、回してこそ本領発揮するバイクですが、公道ではほとんど活躍の場面がないレベルなので、サーキットを走り込んでいる熟練者以外は回しすぎないことをお勧めします。街乗りでは4気筒エンジンということもあり、スロットル操作が雑でもギクシャクしにくく、実は超絶万能マシンなので、1台で何でもこなせる懐の深さは CBR400R と共通しています。高回転エンジンでありながら2000回転くらいも使えて、下道を6速固定で走り続けることもできるので普通に楽です。クイックシフター標準装備、ヘルメットホルダーや2掛けフックもあり、ややスポーティーなポジション以外は日常使いやツーリングバイクとして活躍できる尖ったバイクと思いきや、実は随分とフレンドリーなマシンとなっています。2、価格は CBR400R が税込み86万3500円、 ZX4R は SE が115万5000円、 RR が118万8000円です。およそ30万円差。 ZX4R が4割近く高いので、コストパフォーマンスは CBR400R の方がかなり高いです。ちなみに CBR400R に近い金額で買えるバイクは SV650、CL500、バーグマン400、忍者400、エリミネーター、TRF250 ラリーというものがあります。やはりここでも SV の安さが光ります。 ZX4R に近い金額のバイクはレブル1100、MT-09、GSX-8S8R、W800、ベルシス650、CBR650R E クラッチとなっています。ZX4R は明らかに割高なバイクに感じる人が多そうですが、ロマンを追い求める人向けというところでしょう。3、ロングツーリング適正。乗車姿勢はそこそこ違い、CBR400R の前傾率は身長175センチで 31.4%、160センチで 39.1% とフルカウルバイクにしては軽めの前傾です。ZX4R の方は 39.8%、47.6% と比べると前傾深めです。CBR250WR、GSX-R125 より少し直立くらいで、YZF-R3 よりやや前傾です。170センチ台以上ならちょっと慣れればロングツーリングも支障ないくらいのポジションでしょう。身長が高いと足の窮屈さの方が深刻です。CBR400R はシートからステップの垂直距離が 499mm、 ZX4R はシートからの垂直距離が 479mm で、どちらもステップは着座位置のほぼ真下です。この距離が股下の 65% 以上が理想、60% 以下になると窮屈に感じやすいようなので、CBR400R は股下83センチ以上は窮屈で、77センチ
チ以下は余裕。ZX4R は股下80センチ以上は窮屈で73センチ以下は余裕といった目安です。CBR400R はステップとの距離が長い方なのでツアラー的な使い方がしやすく、ZX4R は背が高いと足が窮屈、背が低いと前傾がハードめといういずれにせよスポーティーなポジション寄りとなっています。クラッチレバーはどちらもアシストスリッパークラッチのおかげで軽く 125cc くらいの気分で使えます。ペンタロー所有バイクで比較するとアシストスリッパークラッチのない 230cc の W230 より軽く 125cc のグロムと同じくらいです。 CBR400R は電子制御スロットルではなくクイックシフターはありませんが、軽いので疲れには影響しません。積載性能は素の状態ではほぼありません。 CBR400R は純正オプションでリアキャリアとワンキートップケースがあります。また海外では CBR500R として販売されていますが、その部品が使えるので選択肢が広いです。ただし現行モデルは2023年モデルまでと形状が違うようなので注意してください。 ZX4R はエンデュランスキャリアくらいしか選択肢がなく、もしくは汎用品で頑張るコースです。2掛けフックは充実していてシートバックなどもがっちり固定できるので、意外に汎用品でどうにかなるでしょう。燃費と航続距離は CBR400R が燃費リッター 28.1 キロ、タンク容量17リットル、航続距離 477.7 キロです。実際に燃費が良く1回の給油でどこまでも走れそうな勢いです。 ZX4R は燃費リッター 20.4 キロ、タンク容量15リットル、航続距離306キロです。こちらも実際にこんなものかなというところで、回して走ると頻繁に給油が必要になります。高速道路走行性能ですが、ホイールベース1410、キャスター角 25.5、トレール102の CBR400R に対して ZX4R は1380、23.5、97と CBR400R の方が直進安定より、ZX4R の方がコーナーリング性能よりの数値です。実際に CBR400R は直進安定性が高く、特に振動に悩まされることもなく、400cc クラスでは最高水準の走りやすさです。もともと 500cc の車体として作られていてエンジンをスケールダウンしたものなので全体性能が格上です。6速固定で高速追い越しいける上、スクリーン性能もそこそこ高く、フルカウルツアラーとして極めて優秀です。さすがにスズキ GSX-S1000GT や川崎忍者 1100SX のような本格ツアラーには及ばないものの、 GSX-8R、忍者650を少し小さくしたようなイメージでとても走りやすく仕上がっています。 ZX4R は 250cc 共通車体のため CBR400R と比べると華奢な感じがあり、安定感も高い方ではありません。ただ低回転トルクもそれなりにあって、回せば周囲の車より抜群に速く、高速道路走行に特に困ることはありません。スクリーン性能は普通でそこそこ前傾姿勢になるので、それほど風が辛いとは感じないと思います。4、エンジンスペックはこの通りです。 ZX4R の最高出力はラムエア加圧時に80馬力になります。回した時のパワーは階級違いで勝負になりませんが、下道の瞬発力は低回転トルクがある CBR400R の方が明らかに高いので、目的次第で向き不向きが変わります。5、メーターと視界。メーターはどちらもカラー液晶で CBR400R が5インチ、ZX4R が 4.3 インチです。CBR の方が大きめで見やすく、スマホ連携もできて簡易ナビも表示できるのでだいぶ良いです。 ZX4R の方はラップタイムを刻む機能があります。ミラーはどちらも特別見やすくもなく特別見づらくもありません。6、電子制御系。 CBR400R はアナログスロットル、 ZX4R は電子制御スロットルと違いがあり、 ZX4R の方がセッティング調整できます。 ZX4R のパワーモードは実質2段階で、トラクションコントロールも合わせたスポーツ、ロード、レインの3択プラスカスタム。サーキット以外ロードとレインの切り替えのみと思ってよく、実際にはロード固定です。上下クイックシフター標準装備で、アップはアクセルオン、ダウンはアクセルオフの1世代前くらいの仕様です。7、低速と取り回し。 CBR400R の車重は 191kg、特別重い方ではなく重量バランスも良いので扱いやすいです。 ZX4R は 190kg、こちらも取り回しの体感は似たようなレベルです。現代の 400cc クラスは 170kg くらいが多く、どちらもクラス内では重い方です。 ZX4R は4気筒エンジンによるもの、 CBR400R は 500cc フレームによるものと思われるので、軽くしたい人は2気筒の 250cc 共通車体の忍者 400YZF-R3 や単気筒の GB350 などの選択肢もあります。車体サイズは CBR400R が 2080、760、1145、シート高 785mm、ZX4R が 1990、765、1110、シート高 800mm と ZX4R の方がやや
小さいです。実際に触れてもそう感じるので好みが分かれそうです。シート高は CBR400R の方が低いですが、足の窮屈さを ZX4R より感じないこともあり、 CBR400R はシート高が低いことのデメリットも少なくフレンドリーな設定です。 CBR400R の最小回転半径はやや大きめの 2.9m、 ZX4R はこのクラスで標準的な 2.6m です。取り回しの切り返し回数に影響があるくらいの差で、駐車スペースが狭い場合などは ZX4R の方が扱いやすくなっています。発進時や渋滞、路地裏走行など市街地でよく使うエンジン低回転の扱いやすさはどちらも優秀です。 CBR400R は低いエンジン回転でも普通に走れて、2000回転でも何ら問題なく加速できます。アイドリングは1000回転ちょっとと他の 400cc クラスバイクの中ではやや低めです。アクセルオンオフでガクついたりエンブレがきつすぎることもないので、おおむねどこでも走りやすくなっています。 ZX4R はアイドリング回転数が1500回転くらいで、超高回転エンジンのため低回転は本来得意ではありません。同じ 400cc4 気筒エンジンの CB400 スーパーフォアのようにクラッチをつなぐだけで発進するのは難しく、アクセルを適量回していく必要があります。一部にはクラッチをつなぐだけで発進しようとして行き過ぎたエンストだと言われているようですが、バイク側が要求する分アクセル操作をすれば発進もスムーズで加速もスムーズにできます。4気筒エンジンと電子制御スロットルのおかげでアクセル操作に対する反応も滑らかで、超高回転エンジンとは思えない低回転トルクがあるので、低回転の街乗りもとても乗りやすい素敵な万能バイクです。8、総合。まとめると CBR400R が向いている人は、ロングツーリングしたい、シートバックでなくキャリアに荷物を積みたい、街乗りの瞬発力重視、耐久性重視、背が高い、足が長い、逆に足つきに不安を感じることが多い。ZX4R が向いている人は、とにかく高回転回したい、前傾の方が乗りやすい、膝が窮屈でも気にしない、どうしてもクイックシフターが欲しい、4気筒が好き、トルクよりパワーの数値に憧れる、金に糸目はつけない。 CBR400R の生産は部品がタイで作られているらしく、組み立ては日本の熊本工場のようです。 ZX4R は全てタイで作られて、完成品が日本に送られてきます。経験上、タイ生産のバイクはほぼ全て何らかの問題を抱えていて、所有バイクでは Z400 が再起不能、グロムがトランスミッション全交換とハンドル周り交換、W230 がリアブレーキ異常、 CB250R がちょっと変だったけどなんとなく自然解消、 ZX4R はリコール連発と新車から無事だったバイクがなぜか1台もありません。タイ生産と聞くと躊躇する自分がいるものの、 CBR400R、ZX4R とも非常にいいバイクなので、興味がある人はぜひ突撃していってください。ちなみにペンタローは今 CBR400R に興味津々です。またいろいろなバイクについて紹介していくので、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話を紹介しているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。